この動画は2023年のロードスターで九州一周旅の総集編。現在とは情報が違うかもしれないけど容赦してほしいのだ。ということでまずは広島から福岡まで車で向かっていく。いつも仕事終わりにそのまま旅に出かけるスタイルなので、まずは夕食なのだ。長時間ドライブに備えてスタミナをつけていく。こちらは牛骨ラーメン。牛の香りが漂っていい感じ。さあ福岡までレッツゴー。福岡市は164万人の都市。人口が増加していて若い世代が多い。 GDP で言えばニュージーランドやハンガリーを同じ規模なのだ。現代の博多は遣唐使の拠点であり、11世紀にはチャイナタウンが形成されていて、大陸からの豪商たちが商売をしていたという生粋の商人の町である。ということで福岡に到着。夕食は食べたけど軽く博多の味を楽しみたい。少し繁華街を楽しんでいくのだ。残念ながら本日は豪雨のため屋台はやっておらず残念。近くの居酒屋で飲んでいこう。次の日も天気は最悪。台風男が猛威を振るっているのだ。本日はまずは太宰府に向かっていく。太宰府天満宮は平安時代の超エリート政治家菅原道真が無実の罪で太宰府に左遷され、不遇の死を遂げたことから始まったいわくつきの場所。今では学問の神様だけどね。参道では美味しいまんじゅうの店が多いのでぜひ寄っておこう。太宰府を本気で楽しむなら1日がかりとなってしまうので今回はサクサク行きましょう。特に九州国立博物館となるとそれだけで2時間かかる。行ってみたいけど今回は我慢なのだ。梅雨の時期で雨は強いけど四季の花を楽しみながら散策していく。キリンだ。上中のキリンだよ。さあ次行きましょう。ちなみに今日は佐賀を通り長崎まで行く予定。本当は吉野ヶ里遺跡に行く予定だったけどここまで雨降ると厳しいのでスキップ。佐賀県は江戸末期は技術や集団の地域。日本初の反射炉を自力で完成させるほどなのだ。さてここでは昼食にしていく。佐賀といえば玄界灘の魚介類。その中でもイカは格別。イカは非常に刺激に弱く時間が経つと味が落ちやすい。素早く生き締めしさばかれたイカは最高の味なのだ。予備湖の甘いイカを楽しんだら今度は長崎へ。まず最初に向かうのが佐世保。佐世保といえば天然の良港で海上自衛隊米海軍基地もあり呉市と雰囲気が近い町。平地が少なく山がちなのも一緒。ここで何をするかというと佐世保バーガーと九十九島を楽しむのだ。リアス式海岸と208の島々、島の密度は日本一なのだ。そういえばこのストローは米とコーンスターチで作られたストロー。紙だとふにゃふにゃになるけどこれなら硬くて飲みやすい。さて次に行くぞ。次は本日の宿泊地の長崎市。長崎といえばやっぱり出島。江戸時代の鎖国政策において重要な役割を果たした人工の島。今では周りも埋め立てられているので町の中の一部となっている。
建物が19世紀初頭の姿が復元されていて、当時の雰囲気を味わいながら散策できるのだ。当時の日本では鋼などの金属が大量世界に輸出されていて、日本の精錬技術の高さを表している。当時はこの木箱に銅を入れて輸出していたらしい。1個もらってもよいかな。また当時は有田焼に西洋風の絵柄をつけて輸出もしているのである。鎖国で唯一貿易をしていたのはどこの国か覚えているかな。清、朝鮮、そしてオランダなのだ。これは明治以降に建てられた進学校。よし、そろそろ次に行こう。結構楽しくて長居してしまった。長崎といえば中華街。1600年代から長崎には中国人が住んでいて、中華街といえば横浜より長崎というイメージが自分には強いのだ。残念ながらもう時間が遅く閉店なので、今回はパスなのだ。せめて雰囲気だけでも味わっていくことにしよう。次の日、今日はこの旅で最も長い行程、長崎から鹿児島、そして宮崎まで行くのだ。相変わらずの雨である。長崎からは熊本までフェリーが出ているので、この車で初めてのフェリーの経験がとっても楽しみ。お、ついに晴れ始めたか。口之津港に到着。ここから熊本の鬼池港に向かっていく。2026年現在4メートル未満の車で3100円。2023年当時はもう少し安かった気がする。燃料費も上がってるから、まあしょうがない。早速フェリーに向かっていこう。フェリー内は誘導員に従ってしっかりサイドブレーキかけてね。完了。ここからはフェリーの車窓からのんびり見ていこう。
今回の動画は楽しんでもらえたかな？ YouTube にはこの動画が AI の作ったゴミ動画に見えているらしく、現在収益化が停止中なのだ。このゴミ動画をもっと見たいと思ったら、下の概要欄から買い用品やガジェットをチェックしていってね。シーズンによって変わるので要チェックなのだ。みんなのお買い物やチャンネル登録、コメント、高評価が次の動画を作る力になるのだ。なのでこれからも応援よろしくお願いします。